外交で決着がつかなかった場合、トランプ大統領が地上戦闘を決断するかどうかが、今後の中東情勢を左右することとなります。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃、最新情報をもとにして情報の更新をしていきましょう。現在大きな注目を集めているのは何といっても、この戦闘の決着が外交交渉で終わるかどうかです。アメリカ側が条件を突きつけ、イラン側も自分たちの要求を突きつける。これによって双方がすり合わせを行い、どこかで妥協点を見出すことができるのか、そこが注目されているわけです。ただし、双方の条件というものが、かなり食い違っていることから、話がまとまるかどうかで言えば、まとまらない可能性の方が高いのが現実です。当初、外交交渉が行われているかどうかについてすら、イラン側は当初、全否定を行いました。しかし、その後の話として、直接は外交交渉は行ってはいないが、第三国を通じてやり取りは行っていると認めています。アメリカとイランとの間に入っている国は、パキスタン、トルコなどが挙げられており、これらの国々が間に立つことによって、それぞれの言い分といったものを相手方へと届ける役割をしています。双方の出している条件といったものも少しずつ変わっているのですが、現在のところ要点としては、アメリカ側としてはまず核兵器を持たせない、そして核兵器を作れる高濃縮ウランについては取り上げたい、長射程のミサイルの保有についてはこれをやめさせたいし、これ以上の開発も認めたくないとしています。そして世界市場に大きな打撃を与えているホルムズ海峡の封鎖状況、これについても解消させることを要求しています。逆にイラン側の方としては、核開発問題に関しては譲歩する可能性があるものの、ウランについては濃縮する権利があると今でも主張し続けています。また、ホルムズ海峡の封鎖状況に関しても、これまでは国際海峡で多くの国々が自由に航行できたが、これからはイランの領有物と私物化することをアメリカが認め、今後はホルムズ海峡を航行する船はイランにお金を支払えというような話をしています。また、イスラエルに届くミサイルに関しても議論の余地はないと否定しています。さらには追加の条件としてアメリカ・イスラエルが攻撃してきたこれに関しての賠償金を支払い、そして中東湾岸諸国にある米軍の基地に関しては全て基地を引き払えというような話もしています。交渉のテクニックの一つで、まずは非常に過大な要求を突きつけて、そこから少し下ろすことによって妥協点を見つけるという手法があります。双方ともに同じ手法を使ったのではないかと指摘されるぐらいに、話のスタート地点としては、かなり条件がどちらも厳しめになっています。双方、これを全て飲めというような話からスタートし、実際にはどこかで折り合いをつけるものと見られています。ただしそれは、通常の外交交渉であればそうなのだけれども、実際にそのような手法ではなく、本当に心からどちらも全ての条件を飲まなければ、決して折れないと考えている可能性もあります。ここが厄介なところで、例えばイラン側の要求に関してイスラエルは、そんなの全て飲めるわけがないだろうと、非常に冷たい対応を示しています。当たり前ですが、核兵器を持ちたい野心が見え見えな高濃縮ウランについて、このまま持ち続けるというのは明らかに危険ですし、またイスラエルに届くミサイルがこのまま保有され、開発が続くというのも当然危険すぎると考えているからです。そのため、強い要求を出してくるイラン側の責任者を抹殺するのではないかという危険性も指摘されています。そうしたこともあってパキスタンは、そうやって次々と責任者を殺害していくと本当に何の外交交渉もまとまらなくなるぞとして、殺害をしないようにと強く要求していると言います。これは当然のことです。交渉を行っている際にその相手側が意見というものが飲めないから次々と殺していくというのであれば、まだもな外交ができるわけがありません。アメリカもこの意見には賛同してイスラエル側に対しては暗殺しないようにと要請しているという報道も出ています。問題なのはイラン側がどうせ地上侵攻してくるわけではないのだから突っぱね続ければいいじゃないかと、本当に思っている場合です。この場合だとそもそも妥協点を見つけるか見つけないかといった話ではなく、全ての条件を飲まないのであればこのまま抵抗を続けるという
選択肢もあります。この場合だと、すでに損得感情を超えている部分で、堅くなになっている危険性もあります。もう一つの見方はあくまでもイラン国内向けの強い指導者や強い指導体制といったものを見せるがためにアメリカに対して強く出ているだけというような説もあります。実際どちらの方が確率が高いかは不明です。何しろ現在のイランの指導体制がすでに誰が実権を握っているのかかなりあやふやな状況で、今行っている外交交渉ですら話がまとまった時にイラン国内を全て収められるかどうかすらも不安視されているぐらいです。さて、アメリカのトランプ大統領、じゃあ強く要求していることが受け入れられなかったらという点については、いわゆるプラン B についての行動も起こしています。それが地上戦闘を行うための兵力の移動です。時間がかかる強襲揚陸艦についてはすでに出発をしており、あと1週間もしないうちに強襲揚陸艦2隻から3隻が揃うのではないかと言われています。そして、移動時間が非常に短い部隊についても派遣報道が出ています。それが空挺部隊の派遣です。これらについては飛行機で移動しますから、船と違ってあっという間に中東に展開することができます。では、それらの部隊どのように使うことが想定されているか。これは以前の動画でもすでに解説済みですが、まず第一に、イランの原油輸出9割を占めるカーグ島を占領する。そして第2の選択肢が、ホルムズ海峡周辺の沿岸地域を占領する。第3の選択肢が、ホルムズ海峡の沿岸地帯全域を制圧するのはちょっと厳しいので、ホルムズ海峡にある島を占領すること。この第3の選択肢に関しては、イランが対艦ミサイルなどを地下施設などにたっぷりとしまい込んでおり、バンカーバスターでも破壊できない可能性がある。そのために地上部隊を送り込むことが必要なのではないかと言われています。これら3つの選択肢は基本的に沿岸部での話です。そして第4の選択肢というのが、イラン国内内陸部における各関連施設に対する空挺効果を行って一時的に占領、高濃縮ウランを、そのまま摂取しようという話。この第4の選択肢については、そもそも行った先に目的のウランがあるかどうかすらわからない。かなり成功確率は低いと言われており、まずやらないでしょう。そして選択肢1、2、3それぞれについても、基本的にはイランの沿岸部に近づきますから、対艦ミサイルが必ず飛んでくると見られています。アメリカの公式発表では、こうした対艦ミサイルの溜め込んでいるような基地に関してはすでに空爆を行ったと発表しています。しかし、すべての基地やすべての地下施設について把握しているわけではありませんから、当然生き残っているミサイルがあれば、それらを使うことが十分危険性として考えられます。これらの問題は何といっても、第二次世界大戦の頃であれば、通るような作戦であっても現代においては難しいという点です。また、アメリカとロシアとでは違うという話もちょっとしておかなければなりません。現代であってもロシアにおいては人海戦術を用いて多くの兵士を死に追いやるような作戦を日常的に行っています。それはロシアという国においては人の命が非常に軽々しく扱われているからです。しかし、現代のアメリカにおいてはそのような人海戦術を用いることはほとんど不可能です。毎日100人、200人、1000人といった兵士たちが死傷するような作戦を行えば、それは司令官やその責任者に対して無能であったり、国民の命を軽々しく扱うなと非常に強い反発が生まれるでしょう。特に地上戦闘の問題というのは、最初の攻撃よりもそれを維持することに多くの負担がかかります。カーグ島であったり、ホルムズ海峡周辺の沿岸地域を占領するどちらにしてもそうなのですが、これまでのアメリカ軍の攻撃というのは基本的には空からの攻撃でした。イランの防空体制はすでにズタズタであり、多くの防空兵器が破壊されています。ですから、たまに対空ミサイルが飛んでくるなという程度なのに対して、地上部隊の展開というのは、どこから弾が飛んでくるかわからない。そして弾が飛んできても全てに反撃するのが難しい状況を生み出してしまいます。それだけに日常的に兵士の死傷といったものも発生するでしょう。イランの原油9割を輸出しているカーグ島を占領するにしても、そこはイラン陸軍からの攻撃がいくらでもやってくるような場所であり、占領する難易度よりも維持することの負担の方がはるかに重いのです。ちなみにイラン側はこうしたアメリカがもしもイランのどこかしらを占領した場合においては、
周辺国家に対する攻撃を行って、海水の淡水化施設を特に集中的に狙うような話をしています。このような施設を破壊すると、多くの一般市民が水という一番必要なものについて手に入れることができなくなり、多くの人たちが命を失う危険性すら生まれます。そうしたことを一つ人質にとっているわけです。強襲揚陸艦や空挺師団の派遣に関しては、あくまでも武力を強化することによって外交交渉を成功させるための下地作りをしているだけなのか、それとも本当に使うためなのかどうかは、トランプ大統領の決断一つで決まります。この後、イランがなんだかんだアメリカに文句をつけつつも、ある程度の条件を受け入れて休戦へと変わってくるのか、それともアメリカ側の要求がほとんど受け入れられない中においても、トランプ大統領がもうやってやったわと一方的に勝利宣言して攻撃を打ち切るのか、それとも最悪のシナリオ、地上戦闘へと突入し、終わりの見えない戦いへと進んでしまうのか。この後、どのような展開になるのか、中東情勢の行方についても追っていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。今後の展開まだまだ読めない状況にあるわけですが、皆さんは今後どのようなことになると予想しているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。